こんにちは、メイです。前回はお出迎えの街を作ったので、今回はその右側にも街を作ります。今回はあったかい街なのか冷たい街なのか気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。エントランスから右側は一区画と狭く、しかも前回作った街が食い込んできているのでさらに狭いです。食い込んでいるのが見えるところとすぐ近くに岬があるので、そっちもついでに作ります。作る範囲は私史上一番広いですね。2区画ぐらいでしょうか。今回は広大な範囲なので一気に行きます。自宅裏の崖を拡張して2階部分を作ります。サクッと拡張したのでマイデザインを敷きます。ここは上空から見えるかもしれないので下地は敷いておきます。見えないところは敷かないのは当たり前となっています。下準備の完了。こういう感じのアパートの入り口になるように家具を飾り付けていきます。西部の街並みを背中合わせに、横長の展示台、フェンス、シンプルなパネルを置きます。シンプルなパネルはドアですね。横から見るのは前提としておらず、斜めから見た時にいい感じになったらいいなぁの配置です。それでも横長の展示台がここだけ違和感があるような気がしています。紆余曲折ありこの家具の配置ですが、後でさらっと変えておくかもしれません。見えてしまう隙間はパーゴラと横長の展示台で埋めます。横長の展示台がなんか違うような気がしますが、まあこれでよしとします。下の段を飾り付けて建物の密集地帯だということを知らしめていきます。ドアの前に階段段差を置いて入り口っぽく、今後のために維持でも本物の階段は設置しません。パチモン階段です。下を飾り付けたら展示台が多少気にならなくなった気もします。もこもこ雪の道を敷いていきます。今シーズン使っているマイデザインは全て投稿済みなので、使ってみたい方がいらっしゃいましたらぜひお使いください。柵を立てるための下地を作ります。柵の下は雪がもっこり積もっている場合と、柵の真下のみあまり積もっていないパターンがあるので、今回は柵の下があまり積もっていないパターンです。得体の知らない枠ができていますね。アパートの下を飾り付けます。本来ならば地下室につながるような階段や入り口があったりするのですが、今回は雪っぽさを表現するためにひとしきり低木を植えました。先ほどのマイデザインに沿ってハロウィンな柵を立てます。お気に入りのもこもこ雪。シェフレアの鉢を隠すための生垣、隠れてないですね。ハロウィンな柵は建物の裏まで立て続けます。ヒイラギが育つのを見つめるだけの時間がやってまいりました。育つのを無事見届けましたね。怪しいお天気の中、本日のメイン道路を作っていきます。横断歩道に行く道を作った後、柵をつける用のマイデザインを敷きます。空いた中央は緑地化用の隙間です。3本しか植えないんですけどね。動画内で初お披露目のびしゃびしゃの輪立ちです。下側は違和感がないように道路をつなげます。U ターン専用道路です。中央線は追い越し禁止用にもちろん黄色です。つるつる滑る横断歩道。この街危険ですね。岬に続く道をちょこっとだけ作ります。右側も緑地化です。メイン道路ができたので飾り付けていきます。明らかにスリップしそうな道なので柵は必須ですね。この柵はちなみに鉄の柵の黒色です。島の名前にブラックが入っているので黒多めを心がけています。前にこの島を作った時に名前負けしていると言われ、悲しい現実を受け止めたので黒多めです。何を置いているのかわかりませんが、シティサイクルとガーデンベンチを置いていました。スリップしましたね。力技でなかったことにしていきます。柵を立てておいてよかったですね。裏の道は案内所までまっすぐ横につなげます。都会っぽく電話ボックスを飾ったり、放置自転車を置いたり、明かりを灯したりしていきます。島評価を気にして植林中です。大通りのある街ができました。メインが完成したので、ここで動画閉じるだろうなと思いつつ続きを作ります。
岬に作るのは機械仕掛けのスチームクロック。バンクーバーに住んでいた時によくここを通りました。思ってるより数倍小さかったので数倍大きくしました。この島にあるのは魔改造されたスチームクロックですね。スチームクロックができました。時計どこにあるのかわからない状態ですが、この角度でようやく文字盤が見える仕様ですね。ちょこっとだけ敷いていた道をクロック前まで、観光名所まで迷わないように。低木を植えていました。時計に夢中になって道からはみ出ないように柵を。得体の知れない時計に見入りますからね。魔改造された異物ができてしまいました。よくわからない観光名所です。気を取り直して道の奥にトンネルと街を作ります。トンネルといっても車体はほぼ削り取られるので実質行き止まりですね。トンネルの黒さは横長の展示台で表現。完全封鎖です。トンネルにする意味はあったのかと不思議に思います。2段目は明かりと建物だけ作ります。絶対に入れないトンネルができました。高速で走る妖怪が出るため封鎖されています。トンネル横アパートの裏を作っていきます。毎度おなじみマイデザインを敷く作業です。街ができる下準備完了です。おもちゃ屋さんを作ります。お城の門を贅沢使いしていきます。門の裏はシンプルなパネルを使ってドアと窓を表現。可愛い窓はお借りしたものです。お借りしたマイデザインは概要欄にありますのでぜひチェックしてくださいね。由緒正しそうな雰囲気を出すために2階部分も作っていきます。作られて3分ほどの由緒正しいとは何ぞと思いながら作っています。パッと見はお城っぽくしてワクワクする雰囲気に。ガゼボを中心に左右対称になるように作っていきます。欧州のお城は左右対称が多いので左右対称にするだけで由緒正しそうな雰囲気を出せます。おもちゃ屋さんの外観だけできました。おもちゃやたらしめていきます。なんかあったかそうな雰囲気を出していきます。ここだけ場違い感がありますね。こっちは可愛くお城っぽさ増し増しで看板のデザインもお借りしました。こちらは出窓風の飾り付け。風船で子供を釣ります。この島唯一のおもちゃ屋ができました。おすすめのおもちゃは犬の風船です。こちら側は古びたお店を作ります。小さな古いパブみたいな感じでタヌキたちが一杯酒を引っ掛けに来る設定です。職場の横にあったら大体通いますよね。寒い冬はお酒で温まりますからね。外でも飲めるようにしておきます。体の温まった酔っ払い限定です。古そうな店ができました。お店なのか民家なのかわからない外観です。ほとんど見えない部分を作っていきます。手前の建物が高すぎると奥のマスがほぼ見えなくなるので致し方ない部分ですね。入ってほしくない部分なので柵で囲います。見えてほしくない部分に行かせないよう道を塞ぎました。手前に草が入ってしまいますがこれで全て完成です。雪の大通りとその他のお店はいかがだったでしょうか。この車たちどこから来たんだろうと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。